放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第50には時間がない中での作戦立案。宿へ戻った頃、街はすっかり夜の影に沈んでいた。狭い部屋の窓からは港へと続く街路を行くか人々の灯りがちらちらと揺れて見える。普段なら商会の物流でにぎわう時間だが、今夜はどこか不気味に静まり返っていた。倉庫で見たあの上位個体の影がまぶたの裏に焼くついて離れない。卓上のランプに火を入れると炎が小さく揺れ、3人の顔を照らし出した。ユーマが重い声で告げた。3日、それしか言うようはない。言葉にした途端、部屋の空気が鉛のように重くなった。リーナは机の端に肩肘をつき、落ち着かない様子で指先を揺らしている。悠長に策を練ってる暇なんてないにゃ。あの倉庫にいた魔族、今の私たちじゃ到底勝てないレベルだよ。だったら、彼女は唇を噛み、ぎゅっと拳を握りしめた。正面から叩く潰すしかないんじゃないの。手習でも何でもいい。やらなきゃ。全部終わりにゃ。声は裏返りかけていた。口調は荒々しいが、それは恐怖を必死に押し殺すための虚勢に過ぎない。震える肩、角に浮いた汗、その指先は震え、無理に強がっているのが痛いほど伝わってきた。セレスは黙って古文書の束を見下ろしていた。倉庫で得た手がかりをもとに彼女は調査を続けていたのだろう。リーナの声が途切れると静かに口を開いた。単純明快な意見ね。それで全てが解決するならドアを蹴破って突っ込めばいいっていう理論と同じくらい単純だけど、セレス、リーナが噛みつくように言った。だがセレスは悪びれもせず肩をすくめ、紙片を机に広げた。そこには古代文字が乱れ書きのように記されている。とはいえ、私も同じ気持ちよ。時間は3日。その3日で門の儀式が完成すれば、この町は消し済み、いいえはいどころか跡形もなく消えるわ。でもね、一つだけ救いがあるの。ユーマが視線で続きを促すと、彼女は髪をかき上げながら口角を上げた。古文書の記述が正しければ、封印符には逆式が存在するの。多分、もしそれを見つけられれば、儀式そのものを無効化にできる可能性があるわ。逆式、簡単に言えば、開く鍵があるなら閉じる鍵もあるってこと。術式の構造はクオン対象だから、理屈としては成立するの。彼女は髪を指で軽くはたきながら続ける。封印符は本来、異界の力を閉じ込めるための術式。それを儀式の力で強引に解放しようとしている。でも、逆式は、その力を解放ではなく萎縮に転じるもの。つまり敵が開こうとしているもんそのものを内側から押しつぶすことができる可能性がある。そう。もっと簡単に言えば、彼女は両手を軽く丸めて、風船を作るような仕草をした。封印符は、可見な異界の力を風船の中に閉じ込めてある状態なの。敵はその風船を儀式で無理やり割ろうとしてる。割れたら中の力が爆発して街ごと吹き飛ぶ。でも私たちが使う逆式は、セレスは丸めた両手をぎゅーっと強く握りしめた。風船を外から割るんじゃなく、内側から握りつぶすの。敵が割れろ。で力を込めれば込めるほど、逆に風船は縮んで最後にはぺちゃんこになって、もう二度と膨らむことはない。握りつぶした手をゆっくり開く。つまり敵が儀式を進めれば進めるほど、私たちの逆式は完成に近づく。あいつらが一番力を込めた瞬間、それが風船が完全に潰れる瞬間になるわ。死滅させるってことか。ユーマが口にすると、セレスはわずかに意地悪く笑った。まさに自滅。素敵な
大なのばかりをイーナはうなり声を上げた。要するによくわからないってことにゃあ。そうとも言えるし、そうでないとも言えるわね。セレスは線を描くように指で空をなぞった。確かなのは3日後には儀式が完成すること。確率論的に見ても手をこまねいていれば成功率は 100%。それに対して百式を探し当てる確率は、そうね、せいぜいよと桁台かしら。でもゼロじゃない。数字で語るセレスの冷静さはかえって重く響く。だがその合理的な言い回しの奥に彼女なりの覚悟が透けて見えた。ユーマは腕を組む。なら探すしかないってことだな。その言葉にフィーナは苛立たしげに机を叩いた。探すって3日しかないのにゃ。間に合うわけないにゃ。ユーマは彼女の目をまっすぐ見た。無理でもやるしかない。突っ込んで殲滅するより少しでも道がある方がいい。イーナは唇を噛み悔しそうに目を伏せる。セレスが椅子をくしませ前へ身を乗り出した。百式が見つからなかったらその時は力押しに戻ればいい。でも手があると分かってしまった以上試さない理由はないわ。賭けとしては十分勝つに合うと思うの。彼女の瞳は冷たさと温かさが同居する不思議な温度を帯びていた。ユーマは静かにうなずく。ランプの炎が揺れ壁に落ちた3人の影も揺れる。その影は残されたわずかな時間を刻む砂時計のようにも見えた。2度目の訪問となるギルドはなぜか前よりも空気が重く感じられた。だが朝のギルドは相変わらず賑やかだ。依頼を受ける冒険者、報告書をまとめる職員、ざわめきを横目に3人は迷わず奥へと向かう。目指すはこの都市が誇る古文書庫。重い鉄壁の向こうには古びた羊皮紙と埃の匂いが満ちていた。天井まで届く本棚が並び数百年の歴史をその背表紙に刻んでいる。大公エクトシュファルネラだからこそ成り立つ膨大な文献庫。地方の町ではマスを目にかかれない歴史そのものが積み上げられた場所だった。ここに眠る一枚の知識が彼らの命運を分けるかもしれない。セレスは入り口に立った瞬間目を細める。やっぱりそうか。宝の山ね。偏屈な学者でも一週間は帰ってこないわ。そう言うと迷いもなく奥へ進み背表紙を指先で確かめながら古文書を次々と抜く取っていく。ここならあるはずよ。封印符に関する記録はこの国で一番多いはず。もっとも大半は断片的で眉唾だけど3人は机を陣取り積み上げた文献を片っ端から読み解く始めた。2度目の来訪だからこそ要領はつかんでいる。最初から封印結界魔族に関連する棚に狙いを絞った。やがてセレスが一冊の分厚い本を広げた。黄ばんだページは触れるたびに粉を散らす。見て、そこに描かれていたのは封印符と全く同じ文様。そして隣には逆循環を示す古い表記が刻まれていた。イーナの耳がぷくりと動く。逆循環つまり逆式にゃあ。セレスは短くうなずくかけたがすぐに眉を寄せた。ダメね。肝心なところだけ抜かれてる。本の中央最も重要な1ページだけが刃物できれいに切り取られていた。偶然の破損ではない。あまりにも整った切り口にユーマの背筋が凍る。誰かが持ち去ったってことか。破ったというより丁寧に摘み取ったって表現の方がしっくりくるわ。セレスは皮肉を含んだ声で切り口を指でなぞる。知識泥棒もここまで徹底してると逆に感心するわね。イーナが頬を膨らませる。感心してる場合じゃないにゃ。誰がこんなこと。その時すぐ近くで資料を整理していたギルド書記が声を細めて割り込んだ。もしや
その件なら心当たりがあるかもしれません。3人が振り向くと、初期はさらに声を落とす。数ヶ月前、この文献庫を訪ねてきた学者さんがいましてね。珍しい文献ばかり探しておられたので、よく覚えているんです。名前は確か、エルダーンさんだったかな。月影商会の方々とごっそり大人数で来られてました。初期は肩をすくめ、申し訳なさそうに笑みを浮かべる。もしお会いする機会がありましたら、その方に伝えてくださいませんか。切り取った部分を返してほしいってここにある。すべての文献は大切な宝物ですから、いいなの目が鋭く収まる。やっぱりあいつらにゃ。ユーマは拳を握りしめた。商会が逆式を封印を閉じる術なんて必要ないはずだ。何に使うつもりだ。セレスがすぐに答えを出す。封印は鍵と同じ。逆式を完全に理解すれば開け閉めを思いのままにできる。つまり都市の生殺与奪を握れる。言葉は冷静だが、声の底には苛立ちがにじんでいた。イーナが机を叩いて立ち上がる。なら決まりにゃ。そのエルダーンって学者を捕まえて、盗んだページを取り戻す。逆式を完成させて、全部終わらせるにゃ。続く。次回。第53話、学者エルダ